さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY は畳からフローリング。今回の現場がこちらです。畳の6畳間なんですけども、後ろに映ってます村の友達がですね、フルチク戸建てを買いまして、でここの畳をフローリングに変えたい。守君の要望としては無垢材でやりたい、最安値でやりたい、この2つをですね条件にホームセンターの材料で畳からフローリングに変えていきます。それではまず畳をはぐっていきます。畳はですね、このヘリにこういうマイナスドライバー差し込んでぐっと持ち上げます。持ち上げて、とりあえずなんか挟み込んで手を入れてぐっと持ち上げます。よいしょ。あと10秒。畳の厚みが 55mm です。結構ホコリがすごいので掃除機をかけていきます。昭和55年の新聞紙が出てきましたね。いやー、ちょっと感慨深い。さらにこれゴリラコング出てきましたね。歴史を感じますね。それでは恒例の床下チェックを。よし漆黒やな闇が深すぎて何にも見えない見えますかね。床下こんな感じで、やや湿度高めな感じはありますけどね。今回最安値なので防水シートとかはなしでフローリング貼っていきたいと思います。糖質防水シートを貼っていきます。裏表がありますので、この印字が強い方ですねが、防水側で、こちら印字がない方ですね。質感としてはザラッとしてます。こちらが糖質側ですね。なのでこの防水側が下に向くように貼っていきます。じゃあこの壁面はしっかり立ち上げて、こういう木の当て木で、ここでカットしていくんですけど、このコーナーですね、隅の部分はきれいにちょっと折り返してピタッと、なぜ隙間風が入らないようにすると、こういう間から隙間風がやっぱ今も入ってきてるんですけども、この隙間風を防ぐということです。でこういう当て木をしてカッターでさーっとこういう感じで切っていきます。でこのジョイントの部分はこの点線が打ってありますので、ここまでオーバーラップさせて、重なり代を設けます。で今回はこの養生テープで貼っていきます。これは経費削減のためですね。で側面をこういうふうにカッターで切って、これで完全にこの隙間風がなくなると。次に根太ですねと断熱材を敷いていきます。断熱材が 30mm なので、この根太も 30mm の根太を貼っていきます。で今回この断熱材 30mm なんですけども、畳が 55mm なんですね。断熱材が 30mm 入って、その上に合板が 11mm 入ります。その上からフローリングが 15mm 入るので、全体で厚みが 56mm になります。で畳は 55mm なので、その畳の厚みと合わせていると。まず根太をこの間が 303mm ピッチで貼っていきます。最初のスタートは、壁から303、この303っていうのはこのセンターですね。芯々で、303ピッチで貼っていきます。
きみたいに止めていくと。じゃあ反対側ですね。こちら側はこの間の寸法を測って切れたものがこちらになります。で、ここをつないでいくと。根段のこの間にこちらの断熱材を入れていきますので、間を測って断熱材を入れていきます。243、さっき取った寸法を描いて切る線を入れます。カッターで切っていきます。で、線に定規を合わせて、ポイントとしては一気に切るんではなくって軽く最初に溝をつけるような感じでカッターを入れていきます。一気に切ると力もいるし怪我する可能性が高まりますね。で、徐々に何回かに分けて深く切っていく。溝をつけたんで、こう谷折りっていうのは山折りかするとパキッとこんな風に切れます。切ったこの断熱材を根だと根の間にはめると、2枚目3枚目とどんどんはめていきます。この上から合板を貼っていきます。合板がこちら、じゃーん。はい、よし、おいしょ、オッケー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。合板がこの突き合わさるところは隙間を空けないと床鳴りの原因とかになるので、たまたまこの家に花札が残地物でありましたんで、これを挟んでいきたいと思います。こういうふうに挟んで隙間を開けると、挟むと。この合板を 40mm のビスで留めていきたいと思います。303ピッチでこの根太が走っていますので、303のところでビスを留めていきます。で、2枚目はまずズドンと突き合わせて、でドライバーとかでちょっとこねて隙間を開けて、隙間を開けて、さあこの端はカットしてはめていきます。それではこのフローリングを貼っていくんですけども、玄関側からスタートして最後奥の1枚でこの最後幅を調整します。この間ですね、合板のつなぎ目をセンターにしたいので、まずここから始めて、レンガ張りのような感じで貼っていきます。釘を斜め45度に打ち付けていきます。ポンチを使って最後まで押し込みます。これは専用のポンチではないんですけど、こういう打ち込みポンチみたいなのがホームセンターに売ってます。この部分から2ミリぐらいマイナスで長さを切っていきます。入れた時にここに木材なので
どうしてもこの伸縮がありますので、隙間を開けます。こういう感じで、こっちの面とこっちの面と、こちら奥ですね。ちょっと見えづらいですけど、こちら奥の面も隙間を開けます。ここに釘を打っていきます。一番最初のスタートのフローリングに関してはこの隠し釘でここを留めていきます。これは頭を打ちつけて残すところ少しというところで材料がなくなりました。ちょっと計算ミスでここの6畳がちょっと普通の6畳より広いんですよね。ちょっと買い足しに行くんですけど、これがものすごい遠いところで他県で買いまして、ここに行くのに往復3時間ぐらいかかってしまうんで、近くのホームセンターで買ってきたいと思います。はい、これ買ってきました。同じ赤松のフローリングがありましたんで、目覚ね、おざねもこれ合いますね。ただまあ少し幅が違うだけなんで、このまま貼っていきたいと思います。一番ラストのピースはここを縦に切って作らないといけないので、一番端からこの2番目のフローリングを定位置に置いてみて、壁面まで寸法を測ります。65。これがここの幅に切った部材になります。この最後の細い部材と最後のこの2枚ですね、2枚に関してはここは表面から隠し釘で留めます。これは斜めからここに、おざねのところに留めてしまうと、もうこれが入れられなくなってしまいますので、フリーの状態でよいしょ、よっしゃこれを無理だろこれ。最後パターンでここのおざねを切って再挑戦です。よいしょ。最後の一ピース頑張れ守る。これ指がね邪魔なんですよ。これ奇跡のトライを決めるのね。取ると同時に目覚めがスコーンって入るの。いきますよ、せーの。これでいいんですよ。これはいける。ここまではね。いいですか。開いた。開いた。おいった。よし。いや、ハマりました。面白いですね。あとはこの2枚を隠し釘で打っていきます。やっと完成しました。畳からフローリング、今回最安値ということで、ホームセンターの、ね、材料で、全部揃えてなんと4万ジャストですね。いいのができたと思います。当初1日で終わる予定が丸2日かかりました。反省点でもありますね。またやっていきますので、ぜひぜひご視聴してみてください。それではどうやった？やっぱり全然違いますね。死んでもらう方もすごく喜んでくれるんじゃないかなと思います。いやー、よかったよかった。いや、そっち映さないでください。恐ろしいことになってるね。